こんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は刺し子のノートをリニューアルしようと思いまして、その作業動画を撮ろうと思っています。よろしくお願いいたします。はい。今日は刺し子はしないです。模様、いつもでしたら何か模様一つ決めまして、その、刺し子付近を作る過程を動画にしてます。なので、模様を描いたり、刺し子をしたり、そんな動画をね、投稿しているんですけれども、今回はその、合間のですね、一休憩ということで、でも、やっぱ刺し子の関連することではね、投稿したいので、刺し子のノート、これをですね、ちょっと変えようかなと思って、それを動画にしようと思っています。はい。なので、今回は本当、文房具の話といえば文房具の話になってしまうので、ノートの話か。はい。それだけ先にお伝えさせていただきます。で、こちらの、まずはですね、ノート。これの動画を私投稿したことがあります。刺し子ノート。これを私が刺し子をしているときに、何か気をつけるポイントだったり、何センチで切りましたとかね、糸は何センチでどうのこうのとか、刺し順はこういう風にとか、あとは模様を一回、狭いですけどね、狭いこの中にちょっとだけ練習してとか、そういう時にこれに書いて、これはだから書き溜めているっていう感じですね。だから、またね、再度同じ模様をやった時に、あれ前回この模様の時糸何センチで切ったんだったかなとか思った時にこれを振り返ればいいっていうことですね。で、このノートの中身に関しては、その、刺し子ノートの動画を過去に投稿してますので、そちらを見ていただければと思います。概要欄にリンクは貼っておきます。今日もね、その後こんな感じで書いてるよって、その後のノートの状況も、一部ですけどね、見ていただければいいかなとも思っています。で、リニューアルってどういうことってなるんですけど、これね、書き始めたの2022年なんですよ。で、もう、今2025年でしょ？それくらい経っていると、もうなんか、ここのゴムとかもベロベロしてくるし、ちょっとなんか新しいのに変えたいなと。もちろんね、中身は今までの積み重ねがあるから、これはね、そのままですよ。そのまま写すけど、この外側をね、変えたいなと思いまして。で、今回これをね、同じロールバーンでございます。光ってしまう。今日ね、光ってしまうと思ったので、このね、角度もちょっとね、変えています。でもね、今光ってしまったんですけど、なのでなるべくこの角度でね、お届けしようかなと思っています。で、これは、もう2022年とか書いてるでしょこれ。で、これは、もともとカレンダーが入ってるものだったんですよ。ロルバンダイアリーですね。で、こっちはね、ノート。だから、まだこれね、全然書いてないので、なんかね、見ていただけるんですけども、これしかないですよ。この、方眼の、この、黄色のね、このノートしかない。しかない。で、後ろの方には、何枚かポケットありますけれども、基本はこれしかない。でも、私のこの刺し子ノートに関しては、これしかなくていいんですよ。日付ごとに何かやるってことではないから、カレンダーはね、いらないんですよ。これはね、たまたま刺し子ノートにするためっていうよりは、この当時ですよ。買った当時は、なんか別な用途に多分使おうと思ったんでしょうね。だけど、刺し子ノートにいいやって思ったのかな？ちょっと忘れました。過去の動画でそのあたり話してるかな？それもすいません。忘れてしまいました。見返してないので忘れちゃったんですけど。でもね、今もうね、このカレンダー部分はないです。何かに使ったんでしょうね。はい。もう、差し替えがね、頑張ればできるんですよ。ロールバーンって。で、そういうのもあって、あと表紙、なんでロールバーンをね、使うかっていうと、まず方眼であるってことが、さっき言ったように、ちょっとだけ練習したいときに、この5ミリ方眼がいいんですよね。ちょうどいいっていうのがあるし、あとは、リングだからね、こういう風に返して書けるし、このリングも好き好きなので、なんとも言えないんですけど、私は、そこまでも、リングが当たるからとかはあんまり気に留めない人なので、好きなんですね。で、あとは、やっぱ何より定期的に表紙がね、出ますから、
これはノートだから、また違いますけど、ロルバンダイアリーでね、最近買ったのはこれですよ。はい、これですね。ロフト限定の、これ、春バージョンのノートですよ。2025、2026って書いてますけど、ね、こういうのが出るので、これはまた別な、差し子とは関係ないので、この中身の話はしないですけれども、はい、これはですね、カレンダーが書いてるんですけど、ちょっと今回は文房具関連の、雑談的な動画と思っていただいて、ちょこっと話しますけど、これは私はカンドラが好きなので、このカレンダーにカンドラの配信日を書いているっていう。で、それが前は、このね、一回りちっちゃいこの M サイズに書いてたんですよ。これにカレンダー入ってるんですけど、これじゃ足りない。これじゃ足りない。出演者もちょっと書きたいなとか、全何話、例えば16話。でも最近12話多いですよね。12話、10話とか。ちょこっと書きたいって思った時に、このカレンダーじゃ小さい。これね、今見ていただいたの M サイズなんですけど、そうですね。このあたりだったら見ていただけるか。これね。大きさこれ。すいません。全然差し子の話じゃないですよ。もう今回。すいません。全然違う話になってますね。はい。ロールバーンの話になってますね。はい。いいんですけど、はい。ほら。全然違うでしょ？で、これだともうほんとタイトル1個書いただけでもう終わっちゃうくらいな。例えばネットフリックス配信とかN しか書かないですけど、Unext なのかとか、あとほんと出演者まで書いちゃったらもう全然1個、ね、でもほら、同じ配信日の2個、とにかく配信が開始する日を書きたいわけですよ、これにはね。って思うと、だからね、ちょこっとだけ、だから今後のやつとかを、ほら、まだ配信日決まってないやつをこうやって付箋ってここに貼って、配信日決まったらここに移すぞって思ってこういう風にね、ちょこちょこやってるんですよ。で、これはね、別に余談だからいいんですけど、これを、私はもう取っておきたいんですよ。で、だから、いずれはね、またこれも、ロール版をですね、いろいろ変えて、ここがもう、ノート部分なんですよ。このね、ここのノート部分をまた別なことに使うわけですよ。ここはね。使って入れ替えるんですよ。で、あとここが、カレンダーになってるから、また次の出たら、ここから続きをね、入れ替えて、ここからまた、この続きのね、カレンダーを入れていけばいいわけですよ。そうするともうカレンダーだけロールバーンみたいな。カンドラの配信日を自分なりに書いたロールバーンができるっていう、これをやっているんですね。これはこれで別で。で、そういう入れ替えとかをね、楽しめるんですよ。その用途によって、ロールバーンは。で、ほら、これはね、ロフト限定さんのね、ロールバーンを、これ、最近出たので、買ってみました。で、なおかつこれね、すいません。また余計なね、どうでもいい話になってますけど、これプロテクターまでつけて、これね。はい。ちょっと見えにくいですけど、これ、ここね、取れて、これ透明な、私わざと透明なのにしたんですけど、中にはここにね、何かイラストが入ってるのもあります。だけど私はもうまっさらな、これ、ほんとね、ここのね、ここのとこにもう映像上で見えないんですけど、ドルバーンってロゴだけちょっとありますね。もうそれくらい控えめな。だからもう、この絵をね、あまり傷つけずに、で、絵の良さは残しつつ、っていう時にこのプロテクターが良いです。ちなみにこっちにもプロテクターがあります。これはね、なくても、いいやつなんですけど。こっちの、これはね、ノートなんですけど、実際ね、お店かなんかで見ていただいたらね、実際わかるんですけど、ちょっとキラキラしてるんですよね、これね。で、だから傷ついたりとか、色がこれだから汚れちゃったりとかが気になるから、私は同じくこのプロテクターをここにね、挟んでおります。はい。プロテクター2枚持ってますね。なんか大事な、なんか表紙の時にはこれつけようと思ってやってます。で、話はそれましたが、そうやっていろいろ入れ替えられるんですよ、用途によって。だから私これがそのカンドラの配信スケジュール記録用とか、あとは、これ、これ、韓国語勉強用のロールバンなので、
これはちょっとぐちゃぐちゃになってるからちょっと見せられないですけど、これ勉強用のね。なので、さっき言ったように、こっちの裏の、さっきのダイアリーのね、前はダイアリー、後ろ方眼ですけど、これをもう外しちゃって、こっちの勉強用のに移し替えればいいだけの話なんですよね。そういう風にもできるから、いいんです。で、ちなみにこれはですね、これはまた違うプロテクターをやってまして、あれ、さっきの、お待ちくださいね。これだ。これにもね、すいません。なんかセンスもない。センスもない。ただ、ちいか。8割ちゃんだ。8割ちゃんを貼って、しかも同じっていう、何のセンスもないんですけど、これは、ダイソーで、多分ダイソーだと思うんですけど、猫の壁に引っかいちゃうのを防止するシートあるんですよ。あれをね、貼ってるから、強いんですよ。ちょっとこうなんか爪でピッてやってもこれならない。ならないから、いつまでもこれ綺麗に使えるんですよ。ただこれ、だから、そういうのでは保護してくれるからいいんですけど、これはちょっと見た目がザラザラになるから、見た目が変わっちゃうんですよね。だからさっきみたいなイラストとか、あとこのね、キラキラを楽しみたいっていう時は、これはちょっと私は使いたくないなと思ったので、あんまりこのね、ただの色だけのだったら、そこまではなんか質感が変わっても、あんまりイラストとか関係ないので問題ないなっていう、だけど、あんまりこう引っかきたくないってやつには補強として貼ってます。はい。余談が長くてすみません。で、これを私はどうしたいかっていうと、外すんですよ。これを外してやることは、はい。まずリングを外します。これ、リングを外せるものですね。そして、これを、これも外すんですけど、これを、もしかして後に変えるかもしれないですけど、これに変えようかなと思ってて。これ。これ無印良品さんです。リフィルノートっていう商品で、これ同じサイズないんですよ。これのサイズないから、英語サイズですね。英語サイズのリフィルノートのこのリングの部分だけ使って、で、これがサイズ違うんだけど、リングの数を同じにしたんですよ。これどういうことかっていうとですね、これ外しますね。商品わかるようにあえてこれつけてたんですけど、これね、すぐ外せるんですけど、これね、だからこの差し替えがね、しやすいんですよね。このリングが。私、リンゴをですね、いろいろ買って試してみたんですけど、やっぱ差し替えをしやすいとか、を考えたときに、この無印良品に落ち着いたんですけど、ただこれ穴の数が違うから、大きさ違うから、ここをですね、見えにくい。何を下に敷けば見えるのかろうか。ここ、あえてここがね、本当は1個あるんですよ。もう一つこれがあるんですよ。これ上下に。両方に。本当はあるんですけど、これをですね、切りましたね。ペンチでピーンって。ここだけ。この辺はもう、文房具の YouTube をされているロルバーンが大好きな方々がいらっしゃいますので、その方たちのアイディアをもう参考にさせていただきまして、ありがとうございますっていう感じで、そういう風にできるんだっていうことをね、知りましたので、私もここだけを切りました。で、前に、ここ自体も切ったことがあるんですよ。いいや。ここ。ちょっと出るじゃないですか。出るから、ここに針金が太いの入ってて、これごと切ってっていうのも試してやってみたんですよ。それがこれだ。そう、これです。これ同じなんですよ。だけど、ここも切ってるんですよ。1個分。ここですね。ここを切ったんですよ。だけど、これだと、私はちょっと下手くそなので、開閉ができないわけではないけれども、もう今みたいな感じのタタタタタっていうのはなかなかね、できない感じになっちゃうんですよね。で、それが、開ける感じとかがね、ちょっとなんか、私の場合はですよ、これうまくやればできるのかもしれないです。私はちょっとできなかったので、これはもう、これだけでしときます。
もう潔くこの出てるのはこれはもうしょうがないっていうことで、ここの一本、輪っかの一本だけを上下二つですね。これを切りました。で、やりたいのはこれに付け替えるんですね。これに付け替えると。これに付け替える。そうすると取り外ししやすい。そして、この中身を減らして、こっちの中身を移し替えるっていうことですね。これをやろうかなと思っています。はい。まあ、それをやるだけなんですけれども、いろいろロールバーンの話とかをしたくなったりしましてですね。はい。話をしてしまいました。では、まず外すところからやってみますか。はい。なので、作業動画と思ってごゆるりとご覧ください。はい。ちょっとね、歪み直したいから。はい。両方で。はい。なので、これもね、使えるんですよ。使えるからいいんですけど、ただね、歪んでしまいます。一番最初のが何もしないのが当然ながら一番綺麗です。何回かこれもね、付け替えました。だから、まあもしかしてこれの中身によっては、こっちに戻すかもしれないですね。なので、取っときます。はい。どうしても、あれが違うので、この輪っかのサイズが違うので。で、ダイヤリーのこのリングが、一番大きいです。これはノートなので、こっちはね、ノートなので、ここのリング径が違います。なので、リング径大きいのが欲しい人はダイヤリーを手に入れるといいかなと思います。はい、なんとか、まずこれをね、外すところまで行きました。これはただ外した状態です。で、これはそのままで、次こっちを、はい、解体していこうと思います。やることはね、さっきと同じになります。はい、これがリングを外した状態になります。もう買ったばかりのロールバーンをって思う人は、そのまま使っていただければと思います。はい、このあたりを、これで両方外して、入れ替えようと思います。最終的にはね、まずはね、こっちでしてみようと思います。はい、お疲れ様でした。変わってないようで、実は変わっています。はい。それを今から話そうかなと思います。まずは、こちらはですね、付け替えて元に戻って、あれ最初と同じじゃんって見えるんですけど、中を見ていただきますと、もうこれノートだけ。この紙ストック用ですね。あとは、この後ろのこのロールバーンってポケット入ってるんですよね。何枚か。だからそれがね、集まって結構何枚もあります。なので必要に応じてここから取っていけばいいです。まあ、取るときも、なのでさっきやったように、これをね、ビーッと、つなぎ目のところからですね。このね、つなぎ目のところにこう入れてあげてギューってやってあげることによって取れます。なので、リングがこれもともとダイヤリーのなので一番太いので、いっぱい入れられます。ただ、だから入れ替えもやろうと思ったらこのようにできます。ただ、手間がかかります。ちょっとこれ、今回は動画を編集したので、すぐこうなったように見えますけど、ここ入れるの、順番とか、あとここのね、区切りがここに来るようにやるには、どの順番で入れたらいいんだってちょっと頭悩ませたりとか、そしてこう少しずつね、ガバッとは開かないんですよ。ガバッと開かないから、この隙間に何枚かずつこう入れてあげてっていう感じ。だから、半年で1回くらいしか入れ替えしない。しないか、それくらいしかしないっていうんだったらこれでいいと思います。
ただね、歪みます。買った状態にはやっぱりこう、戻らないので、そこもね、それをどこまで許容できるかは人それぞれだと思うので、私はもうこれストック用なのでいいんです。これでいいんですね。必要になったらここから紙をね、外して、これで外して、紙を抜いて入れ替えればいいっていうことで。で、はい。変わってないようで実は変わっている。あ、これが光るな。光るな。この辺りだったら光らないかな。はい。これが、あれになってます。無印良品だ。なんか光っちゃうから、ここ。無印良品のリングに変わっているので、裏の方だったらいいかな。はい。このあたりで、例えば、こうやって、あ、ほら。もうこれで付け替えられる。これがね、早いんですよね。で、あとこうやればいいっていう。早い。ストレスない。今は、これって、この差し子ノートは、そんなに増えないんですよね。日付ごとに何月何日に何をやったとかだったら、増えていきますけれども、これってこの1ページに、例えば、最近だったら八角寄せって書いて、八角寄せのなんか模様を書くときのポイント、書き順とか、あとガイドライン線は何センチごとに引くとか、そういうのをここにメモっとくんですよね。で、あとは、八角寄せだったら、糸の長さ、私動画の中で話したんですけど、私が書いた八角寄せのサイズだったら、2往復で190センチ差し子糸使う。だから、それ2往復190センチって書いとく。で、これ書いておいて、ここに、今ないですけど、こことか、番号を振ってあるんですよ。49、50、51、52、53って、あとこれ振っていくんですけど、それを振ることによって、ここの、ここの一番最初の、このあたりが、目次ページになっているので、ここに、何ページ、何々。例えば、50、八角寄せとか書いておくと、50ページわーって見ていくと、八角寄せがあって、例えば、後にね、半年後、1年後、また八角寄せやることがあるかもしれない。その時に前回何センチで聞いたかなっていうのを、このページを目次を見てページを確認して、そのページを開くと、前回やったポイントが書いてあるっていうことなんですよね。だから、なるべく、一回、私は比較的繰り返したりとかするので、それが、時が経てば経つほど薄れていくわけですよね、記憶が薄れていくので、いいんですけど、薄れたっていいんですけど、ただやっぱり、ほら、2往復で190センチはやっぱ覚えておけない。それは無理。またそれ測んのちょっと大変だなっても思うので、いずれまたやる時が来て、っていうことをね、今後のことを考えたときに、ちょっとでもその一文でもあったら、そうか、190でやったんだってなったら次楽だなって思うので、できるだけやっぱり積み重ねたいんですよね。やったこと。で、もちろん手でね、差し子がいかに綺麗にさせるかなんていうのは、やっぱ手の加減とかあるから、それはもうやっていくしかないんだけれども、一方でそういう、模様の書くときのポイントだったりすることは、どんどん薄れていく。ので、それをできるだけ、なんか、下がっていくんだけどね、やっぱ、ただちょっとでも記憶しておくことによって、前やったことの上に、そこから次の差し子が始まるみたいな感じで、そんな下げないようにしたいなって思ってるから、それをね、書いてるんですよね。はい。で見せられるとこ、そうですね。じゃあ、ここからは、あれが終わりましたので、表紙の、ね、カスタマイズリニューアルが終わりましたので、ここからは、ちょっと見せられるところを、例えばこういうことですよね。はい。もちろん一部しか書けないけれども、何センチ間隔だったら、こういう感じの模様のバランスなんだなっていうのが方眼だからやりやすいっていうことですよね。あとはですね、そうですね。この辺なんかはYouTube でもね、やった模様ですよね。
で、刺したこの間隔とかをね、ここに書いたりとかしてます。で、何センチとかそういうのも書いたりしてますので、そういうのに、書いたりしています。あとはただもう貼ってるだけっていうところもありますね。貼ってるのはっていうのはどういうことかっていうと、ライブ配信やるときなんかは、ホビーレさんの差し込む布を使うことが多いので、こういう感じですよね。方眼刺しのこの紙色ですね。貼っておく。で、これ貼ったのが73ページだっていうのがわかるから、目次のところに73って書いてあれば、方眼刺しの紙はっていうのをこう見ることができますよね。あとは、ここだ。最近終わった、ライブ配信で終わった花の輪の、は79ページに貼ってあるとかね。もうそれだけでいいかなっていう感じですね。もちろん、プラスで何かね、ポイントあったりすれば書きますけれども、まあ別にこれを貼っとくだけでもね、いいかなと思ったりもしています。そういう感じですかね。はい。なので、リニューアル。はい、ちょっと光るから。光るから。はい、リニューアルしてちょっとスッキリですね。どうしてもね、何年も経ってるとね、薄れてきたり、ゴムもベロベロしてきたりとかするので、そのあたりをリニューアルすること、新しくね、することで、またこれにね、今までの刺し子のポイントですね、それを記録していこうかなと思っています。はい。ということで、今回は刺し子ノートですね。刺し子ノートの、表紙を新しくする作業動画を今回は撮ってみました。本日の動画は以上となります。そうだ、次回予告。すいません、撮ってつけたように今、ふと思い出して。その次回は、これの1個前に八角寄せの刺し子付近を、制作していまして、それのね、完成4回目か、八角寄せの4回目の動画。それの最後の方で、次回の模様の話してます。桔梗朝の葉ですね。それをね、次回はやる予定ですので、多分、そうですね、模様を描くところ、描くというか、紙に書いてこんな感じで書きましたみたいな話ですね。書きながらはちょっと動画を撮るのは非常に難しいので、しかも初めての模様になりますので、ここにあった、これです。これのここ。これのね、模様を次回やろうと思いますので、これを紙に練習して、その紙を見ていただきながら、こんな感じで模様を描きましたっていう話をね、次回はしようかなと思っています。最後までね、これ完成するところまでね、いけますかね？どうですかね？はい。ちょっとチャレンジしてみようかなと思いますので、見守っていただけましたら嬉しいです。はい。はい。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。